ランスガイド中村です。今私の後ろに映っているのは地下鉄ベルビル駅でございますけども、ここね地下鉄の2番線と11番線が通っているっていうところなんですよ。この界隈に広がるベルビルという界隈の魅力を今回は皆さんにたっぷりとお見せしたいと思います。案内役は私フランスガイド中村と、撮影はイメージクリエイターのこうですということで早速行ってみたいと思います。さあまずですね、ここの大きな交差点にいるんですけども、こうさんここ何区って知ってます？パリの何区か。ここはですね10区と19区の間ぐらいじゃないですか。ああ、なかなか鋭い。実はねここねパリの4区が全部隣り合っている交差点なんですよ。まずね私たちのこの正面にある大きなその住宅みたいのがあるんですけども、ここがね19区です。19区。そうで19区の分けてるのはこれベルビル通りっていうんですが、ベルビル通りを渡ると今度ベイユーズっていうカフェがありますよね。赤いひさしの。そうそうそう、あそこ20区。20区で今度はそこの大きなこれベルビル大通りというんだけども、今度ここのフォーがあるお店ね。私たちの遠い面は今度はここは11区、黒いところ。そうそう、で今度この道を挟んで今私たちこれ道の名前も変わって今度はブルバード・ヴィレットになっていくんですけども、こっちの私たちが今いるところはパリの10区です。こっちが10区。こっちが10区。これも黒い看板の。そうメトロのところ、私たちのいるところなんだけども、中村さんこの真ん中のお店は何区なんですか？これもねだから10区だからこれも11区。11区。なるほど。だからここの私たちの目の前のこの通りで分かれてるんだよね。っていう感じでね、ベルビルっていうのはこのパリの4つの区が重なり合っているところに広がる非常に大きな界隈なんですけど、今回はねこのその10区とそして19区の界隈をねちょっと皆さんにご紹介したいなと思ってるんですよ。それでは皆さんオニバさあ行きましょう。言えた。難しいねこのタイミング。トラベルパートナーもね今日コウさん兼ねておりますので、ということで今私たちこういうねその結構大通りの真ん中に設定された、遊歩道というかなにいるんだけども、綺麗ですね。左ご覧ください。この青いマークのスーパーマーケットなんですけどパリストアが。パリストア、コウさんよく行きます？昔たまに行ってた感じですかね。僕はねうちの近くにこれのなんていうのがそのライバル店のタンフレールっていうタン兄弟っていうねそういうチェーン店がありますけど、これねパリストアとかタンフレールっていうのはパリに、パリ以外でもそうなんだけど大きく展開している中華系のスーパーマーケットです。中華食材のね。中華食材、で中華食材だけでなく簡単な日本食材も売っていて、だから日本とかその韓国とか中国とかベトナムとかそういうところの、アジア系食材一切扱ってるとこなんで、例えば僕はね醤油とかね、あとゴールデンカレーのルーとかこういうところで大量に買ってます。結構安いんですよね。そうでやっぱねパリ市内に日本食材専門店みたいなところあるんだけども、そこで若干安いんですよ。だから結構僕はもうこういうところで揃えちゃってるかな。綺麗ですね、新緑が。すごいいい気候になってきましたね。今ちょうど4月の半ば、後半で、どんどんこれから暖かくなっていくっていう感じの場所ですね。でまたねちょっと左見てほしいんだけども、ここベスト豆腐出た。これはもうねベストですよ。ベスト。これね本当にここの豆腐美味しいです。豆腐って日本ではほら絹とか木綿とかあるんだけども、絹よりもふかふか。もうねなんていうのかな、とろけるねプリンみたいな、ミルクプリンみたいな感じですね。もちろん甘くはないんだけど、本当に美味しいふかふかのお豆腐が食べられるところで、ここ超おすすめです。コロナの前はねここイートインもできたんですけど、今はね持ち帰りしかやってないんじゃないかな。でおすすめはね豆腐もそうなんだけども、ここの肉まんとかごま団子っていうのもあって最高ですね。それもすごいし、あとねここね厚揚げもあるんですよ。なんていうのほら
うどんとかに入ってんじゃん、うん、きつねうどんとかに入ってるやつ、はいはいはい、なんていうのあれ、油揚げ、油揚げもあって、それもすごい美味しいです、超おすすめのところ。なんかさっき食べたばっかりなのにお腹減ってきたの。食べたばっかりちょっとね、夕食やって昼食後にとっておりますけども、はい、で今度ね、こんな19区の、今度中にねどんどん入っていきましょう。さあ、こんなねちょっとした広場に入っていきますよ。これ一瞬藤かなと思ったけど、なんだろうこれわかんない。これは何でしょうね。植物詳しくないのに植物のことを振るなよって感じがするんだけどもこっちはプラタナスですね。はい、プラタナス、うん、花がまだ咲いてますね。プラタナスのパリだとね、これは街路樹によく使われている、結構土壌とかを選ばずに力強く生きてくれるっていうことで、育ってくれるってことでプラタナス結構使われてますけど、やっぱプラタナスのその悪いところって言ったら悪いんだけど、その花粉がよく飛んで花粉症の原因になるって言われてますよね。確かに。結構ね、プラタナスの近くを通ると中村さん大丈夫ですか？花粉症ですもんね。そう、鼻が詰まってしまうんだけども、けどほらプラタナスの綺麗、木漏れ日があるような通り通っていきますよ。ちょっともう花粉症つらいんじゃないですか今ちょっと、ちょっと鼻がね詰まり始めてしまいますけど木漏れ日が綺麗で、ベルヴィルの中でも、庶民的、ベルヴィル基本的に庶民的な界隈ですが、ここ再開発されて非常になんていうかな、住み心地のいい感じの場所ですよね。いいですね。いや心地いい感じ、なんかこんな歩ってる感じをねちょっと皆さんに楽しんでもらおうかな。ちょっと皆さんの方から歩いていってください、このままずっとまっすぐ歩いていきましょう。なんか目前に彫刻のようなものが気づきました、ポケモンみたいなものが。ポケモンですかなんだっけ、ギリシャ神話で、天空を支配するウラノスだっけ、ウラノスを表現している彫刻らしいですね。へー、どこがどう天空なのか理解ない。カニにしか見えないんだけど。カニ？天空ですか？ここ天空なんですって。なんだろうね、翼を生やした天使のようにも見えるし、チューリップが横から生えてるって感じも見えるし天空ということで、ウラノスということで、中村さんちょっと寄り道してもいいですか？もちろんもちろん。ここね、左行くとね、僕ね昔学生時代よく行ってたカフェがあるんですよ。なるほど。学生っていうのは美大生時代？そうですね、20代の時によく行ってたカフェがあるんです。閉まってますね。あそこの角のところ？はい、カフェシェリーっていう名前だったかな。なんか結構おしゃれな、ここ普段はテラスに椅子がずらっと出てるところですよね。それでその椅子がなんか本当フランスの小学校とかの椅子でしょ、そう学校でね使うようなねパイプみたいなの使ったやつでしょ。そう可愛いんですよね、エコリエ。なんかここら辺はねコロナの時からずっと閉まってんですよ、この前来た時も閉まってましたよね、で建物もちょっと可愛い感じで。いやこの奥なんじゃない、もしかして。奥だっけ、ちょっと行ってみる。赤だったかもいや違う。やっぱここか。ここ。そっか。そう、カフェシェリーって書いてある。この奥にさ、なんか建築学校みたいなのもあるんですけど、
こうさんもこの近くの学校行ってたんですか？いや、僕は、カルチュアタンです。けどあえてここまで来てたって感じ？そう、やっぱりなんか日本人の友達と会う時は、こう中華街で集まるのが結構多かったですね。なんか理由ってあるんですか？中華街に集まる理由。やっぱりアジア食が恋しくなって、かといって学生なので日本食はちょっと高い。なるほどね。で今みたいにそんなに日本食も多くなかったんですよね。でそれで、よくベルビルで中華を食べに。今この辺ちょっと物価上がってきてるっていう感じしますけど、それでもやっぱり安いですよね。だから全体的に物価は上がってるので、じゃあね、ここをずっと登っていきましょう。はい。ここの道はね、アトラス通りと言います。じゃあウラノスとアトラスは大地の。あ、そういうことか。なるほど。神様ですね。地球を支えている人でしたよね。アトラスか。巨人だ。じゃあちょっとそういうギリシャ神話的な界隈でもあるわけですね。なるほど。でもなんか随分東側と二宿側と違う、ちょっと閑静な雰囲気ですね。そうなんですよ。この辺はね、ちょっとベルビルの中でもガヤガヤってしてるっていうよりは閑静な住宅街みたいになっていて、さらにね、なんか本当にお金持ちなブルジョワ的な建物なんかもちょっとね、この後紹介しようと思ってるんですよ。なるほど。で先ほど私たち丘をちょっとね下ったり登ったりしてますけど、またこうやって私たち丘を登っているでしょ。登るんですか？この丘ねちょっと登っていきます。というのはベルビルっていうところはもともと丘の上に集落があって、丘を下るようにして町が発展していったんですよね。ですからね、ベルビルは、パリの中で一番高いところっていうのはどっか知ってます？地価が高い。地が高さ。高さ。モンマルトルじゃない？そう、モンマルトルなんですけど、モンマルトルとほぼ同じ高さがあるのがベルビルなんですよ。ああ、そうなんだ。本当にね、1メートルとか2メートルぐらいしか違わないみたい。一番高いところ。けどもベルビルの場合は本当に緩やかな丘になってるので、そこまでね丘っぽさっていうのがなかったりするんですが、こういうところで見てください。この正面の家、すごいこれものすごくなんか豪華な、ね、住宅地って感じじゃないですか。色合いも可愛いですね。でレンガのさとこなんて段々になってて、あれどの階の人たちもテラスがねあるようにってできてる建物ですよ。めちゃくちゃ良くないですか、こんなとこ。素敵じゃないですか。そう、めちゃくちゃいいんですよ。なんかツアーのベルビルとは全然ツアーのベルビル、お庭ツアー、だからこういうところってさ、ビッラとかさシテとかって言われてるんだけど、こういう住人しか入れないようなプライベートな空間で、中にはちょっと中庭とかさ、その道とかもあって、住んでる人たちの子どもたちは車とかに心配せずに遊ぶことができるみたいな、そういうちょっと界隈、閉じられた界隈になってるんですよね。でこれ今パッサージュ・ド・アトラスっていうところにいました。落ち着いてますね、やっぱり。この辺すぐ入ってくると、ちょっと今まですごいガヤガヤっとしてたのが急に静かになったりして、もう本当に道入る一本ね入るだけで趣が違ってくるっていうのはやっぱりフランスの面白いところだなって思いますね。フランスに限らないかもしれないけどね。っていうことでね、ここにもずっと丘を登っていますけど、このね丘がねアップダウンがいっぱいあったりするっていうのは、モンマルトルと近いって話をしたんだけども、モンマルトルとベルビルっていうのは実は非常に近いものがあって、それはね地下に資源があるっていう意味でもモンマルトルベルビルって非常に似てるんですよね。モンマルトルの地下に何があったかって覚えてます？覚えてますよ。覚えてる？皆さんは知ってるかな？何がありました？ギプスでしょ。そう、ギプスといって、ちょっと今声私に聞こえづらいかもしれないんだけど、ギプスっていうのは石材、建築石材として使われているもので、
もともとはピエール・ブロンシュ、白い石なんて言われて、もちろん建築のね、石材として使われていたものなんです。でこれを今度温めると、ほら骨折した時につけるギプス、あれなんですけど石膏になるんですよね。でそのような石膏が取れるので、ここは古代ローマ時代から、だからその紀元後1世紀とか2世紀の時にすでにこの地下の開発が始まっていたみたいです。ですからここはね石切り場だったっていうことなんですよね。ですからね、このベルベル周辺というのはモンマルトと同じように、もう本当アナーキチーズと同じように穴ぼこだらけだったっていうふうに言われているんですね。じゃあ穴は埋め立てられたってことなんですか？穴はね埋め立てられたり、あとはその一部は建物を建てるときは柱かなんかを下にやって土壌を整えたりっていろんなことがされているんですね。はい、今ねアベニュー・シモン・ボリバールっていうところにいます。アメリカの南部を、解放した人で、ね、解放した人、革命家の一人ですね。でこのまままっすぐ行くとですね、ピレネー駅っていうところにぶつかります。私たちねちょっとここ渡っていこうか。でこのさ目の前にさ、結構大きな建物ずらーっと並んでるじゃないですか。はい、でこれ何階建てなんだろう、ちょっと数えてみようか。1、2、危な青なのになんでだろう。危ないね私たち歩行者側の信号青なのに当然のように車が通り過ぎてた。123456788階建ての非常に大きな建物がここにずらっと並んでんだけども、この建物の後ろにまた街が広がってるとしたらこれ面白くないですか？何その振りは何ですか？実はね、このベルビルっていうところは丘があって、そのいろんな丘は石材を掘り出すために穴ぼこだらけになっているんだけども、その石切り場として今一つ公園になっているのが仏頂門公園っていうところ。仏頂門、はい、これもねそのガイド動画みたいなものをすでにお作りして、皆さんには多分この公開時には公開されてると思うんだけども、そんなところも公園にしたり、あとはねその丘を一角をね全部買い取って、そこに一つ町を作っちゃってるっていうのもあるんですよ。それをね今から皆さんにちょっとお見せしようと思っているんですが、丘の上の町、そう隠れたね天空の町天空の町、パリの町、天空の町が、パリの天空の町、皆さん聞いたことないでしょ。でここのね左に建物がずらっと高い建物が並んでんだけど、実はこの建物の屋上に町が広がってるんです。ここから全然見えないですね。全然見えないでしょ。はい、でここに急に階段が出てくるわけ。おお、本当だ。でこの階段ちょっとこっち側見てもらえます？はい。そうするとパリの街19区と書いてあって、この階段は以下の道に続いてますよって書いてあって、12345個の道、ここからね通ることができるんだけども、ちょっとここ登っていきましょう。はい。ということで、それでは皆さんオニバさあ行きましょう。じゃあ皆さんから言って。はい。さあこれをね階段を登っていきます。向こう側にはもう建物見えてるんだけども、建物の向こう側に実はね街が広がっているんですよ。街が、そう。しかもね田舎村みたいな、モンマルトルみたいなね界隈が広がってんの。こんなんパリに住んでる人も知らないですよ。パリに住んでる人もほとんど知らないと思う。でこれね今私たち急な階段登ってんだけど、これね一つの丘、その丘の斜面を登ってるところなんです。急な丘ですね。急な丘でしょ。でここでほら見えてきたよ。あ、本当だ。これがですね、はい、すごい聞いちゃったけどここに丘の上に広がる
天空の街なんですね。ちょっとね、天空の街、散歩してみましょう。しかもすごく面白い会話になっているんですよ。ということでねここの町々紹介していきたいんだけども、見てください。これレンガ造りのね建物で、非常にね可愛い作りになってるんです。ここの建物どれもねおしゃれなんですよ。例えばもうちょっと先の方を見るとバラがあったりだとか、すごいね凝った家がたくさん出てきます。一方反対側どうなってるかっていうと、これね反対側は先ほど私たちが向こう側から見てたけど集合住宅になってるのよ。なるほど。でこの下見えるかな、下はこれ斜面になっていて、その丘の斜面になってるんだよね。もうちょっと先進んでいこうか。はい、見てくださいよ、ここ綺麗。このなんかこの光の感じ方とか当たり方とか素晴らしいでしょう。晴れてよかったですね。晴れてよかったですよ。この季節もねすごいいいと思う。新しい葉っぱが出てきて。でもこういう感じモンマルトルにもありますね。ここなんかはモンマルトルっぽいんじゃないですか。モンマルトルっぽいでしょ、うん、だからそのね右側の建物ってすごいおしゃれでなんかある特徴があるんですけど、何だと思います？特徴？うん、レンガレンガもそうですね。レンガも確かに使ってるんだけど、テラス。そうで、これちょっとさ、こっちももう一回見てほしいんですよ。はい。こっちはさ、だから一番向こう側が8階建てになっていて、でこの手前木があるんだけど、この木立ってるのは本当にこれ丘の中腹に立っていて、でその丘は崩れないようにこういうふうにコンクリートで固めてるんですよね。でこっちはね所得が低い人用の集合住宅なんです。なるほど。で1234567階建てでしょ。8階とか9階でしょ。さっきから下から見た、そう下から見たやつね。でもう一回こっち反対側見ていただくと、こっち123階建てでしょ。はい。つまり丘の上に立ってるのはマックス3階なんです。へえ。つまり建物自体が低いわけね。で豪華な建物になってるんですよ。で左手の集合住宅っていうのは8階建てぐらいなわけ、うん、これどういうことかっていうと、ベルヴィルっていうのはもともとね石切り場だって話をした。でその地下はもうちょっと段差ありますんで皆さん気をつけてね、うん、でその地下っていうのはもうチーズの穴ぼこだらけみたいになってるから、まず大きな建物建てられない。ですから住宅を建てるにあたってあんまりおいしくないんですよ。あんまりね、いっぱい部屋数作れないから。だからどうしたかっていうと、当時のプロモーターはその丘全部買い取る。全部買い取って丘の周りをぐるっと囲むようにして、まさに城壁のように集合住宅を作るわけで、それは8階建てぐらいなんですよ。でそのぐるっと回った8階建てぐらいの集合住宅を作って、その丘の上はあんまり建物建てられないから、高い建物建てられないから2階建てとか3階建てとかのそのブルジョワ的な高級住宅を作るわけ。それで売り出すんですよ。周りの人たちは所得が低い人よ。でその丘の上のブルジョワはお金持ちに売り出して、それで総合的にホンターブルっていうんだけど、お金を稼ごうとしたってことなんですよね。高級ベッドタウンってやつですかね。だからその丘の上は高級ベッドタウンになっていて、うん、でその実はね高級ベッドタウンはあんまり儲かんないらしい。なるほど。結局そのブルジョワの建築を建ててるのは周りの所得が低い人用の住宅、こっちの方が儲かるんですって。だからこの人たちが結局ブルジョワの人たちの建物の資金をね、提供してるっていう感じになってるんですよ。だから貧乏人が金持ちのために働いてるってそういうちょっとしたねメタファーになってるのかもしれないけど、はい、で今度ここに丘の上に
この住人のね専用のこういう空中庭園ですよが見えていて、そしてそのさらに先、ここね私隠れたねフォトジェニックのポイントだと思ってるんですけど、めちゃくちゃいい眺め、すごい。どんな眺めかっていうと、これねもうちょっと下がんないともしかしたら見えないかもしれないんだけども、ここからねサクレクール見えるんですよ。見えます？なんか奥に。うん。だからあそこがねモンマルトルってことなんですね。モンマルトルも丘になってて、そしてここも丘になってて、それ以外はすっごい平らなので、だからその丘と丘で対峙してるようにすごいよく見えるってことなんですね。なるほど、確かにさっき言うみたいにやっぱり若干モンマルトルよりこっちの方が低い感じが。まあ確かにね。サクレクールは非常に綺麗に見えて、そしてこの下見てください。これも下もこの斜面を利用して、わかります？ブドウ畑。ブドウ畑。ワイナリーですか？ワイナリー。まあね、ここでね、作ってるワイン美味しくはないとは思うんだけども、けどほらモンマルトルもブドウ畑があったりするんだけど、やっぱここもあるんだよね。ちょっと美味しくないかもしれないけど飲んでみたいですよね。飲んでみたいっていうのはありますよ。売ってるのかな。まあ売ってるだろうけど、ベルビルのワインってなんか見たことないですね。でここにねベンチなんかもあったりするので、こんなところでねそのお話をしたりして遊ぶっていうのもね、ちょっとひとときを過ごすっていうのもいいと思いますよ。で今見てください、これ藤の時期だからね、こんな感じで藤なんかもあります。悪くないでしょ、ここ。悪くないですね。ただね、もうちょっとこれで距離を取れば、そのね街中全体を見渡しながらモンマルトルをねちょっとこっち来ていただいてね、距離取ってみましょうか。こっから見える丘の風景って結構良くないですか？いいですね。けど望遠じゃないからちょっと難しいかもしれないんだけど、いや悪くないですよ。悪くないですよね。ちょっと下の柵が残念かな。まあね。いやいいじゃないですか。日もちょっと出てきて。でここねほとんどの人が知らないポイントだと思うので、ちょっとねモンマルトルサクレクールが綺麗に見えるところを知ってるから、ちょっと紹介するよって言ってこんなとこ連れてきて、ベンチでねなんか例えばベルビルで買ったねサンドイッチとか食べながら、ここでひとときを過ごすっていうのは僕はロマンチックじゃないかなと思いますよ。いいですね。悪くないよね。でも隣の給水塔でしたっけ？塔はあれは教会の一部だと思うな。あれ教会の一部？給水塔はまた別のところにあるんじゃないかな。あんな形したっけ、給水塔って。給水塔丸かったよね。だから教会とか教会の塔だと思う。なかなかいい形で撮れますよね。これ望遠で撮ったらこれ望遠で撮ったちょっと写真ちょっとどっかでポンっていや持ってないのか今日今日なんかモンマルトルが綺麗にそのなんていうの、山の斜面に広がる街の感じもいいですよね。山だってモンマルトルが山ってのが分かりやすい。分かりやすい。でねここのぐるっとその集合住宅に囲まれた丘、私たち今ねここビュット・ベルジェールっていうところにいて、ベルジェールの丘っていうところにいるんですが、このねベルジェールの丘っていうのは20世紀初めに開発されたところらしくて、でもともとねここにはミュージックホールだとか、あとはそのレストランだとか、すごい繁華街になっていたらしいですね。でそれと同時にねここには非常に大きな何かがあったんですよ。何だと思います実はそれがベルジェって言ってたからその名前がついたらしいんですが、非常に大きな、ここ繁華街のそこにね非常に大きな何かがありました。劇場とか？劇場ではないけどちょっと近い。キャバレーでもない。1924年に使用されました。1924年に使用された、1924年というのがねヒントですね。
映画館？映画館ではない。1924年に100を足すとね、2024年になるんですよ。2024年パリといえばオリンピック。オリンピック。1924年にも実はオリンピックがパリで行われております。100年越しのオリンピックなんですね。そうなんです。だからね、2024年にオリンピック開催するっていうのは、あれね、2020年でもダメだったんですよ。その前でもダメだし、2028でもダメなわけ。パリは2024年にこだわってるのは、それはちょうど100年前にオリンピックやってるからなんです。なるほど。で、1924年にオリンピックをやった時に、ここでそれを使ったんですよ。はい。何ですか？オリンピック村。スタジアム。スタジアム。ここでね、1万5000人が入るスタジアムがあったんですね。小高いところに。そう、小高いところに。けどね、それは確かね、2年か3年使っても壊してしまったんです。なんでだと思います？だって使わないから？いや、地盤沈下。あ、地盤沈下。結局丘の上に作ったんだけども、はい、やっぱり土壌が弱かった。穴ぼこだらけだから。穴ぼこだらけだったから。で結局その2、3階建てのこのちっちゃな1戸建ての建物ぐらいだったら、まあ結局地盤沈下しないけども、1万5000人が入るぐらいの大きな建物だったらやっぱり耐えることはできなかったんだよね。でみんな動くしね。みんな動くしね、その上でね。はい、ということでね、今私たちは向こう側から、はい、向こう側のね階段から入ってきたんですが、ここまたぐるっと私たちのその正面のところだね、また集合住宅がずらっと並んでいて、このね丘に入るには4つの階段から入ってこなきゃいけないんだけども、そのうちの1つから私たち入ってきて、もう1つのところから抜けていきます。それ以外にもね2つここにやってくる方法があるんだけども、その1つの階段、こちらですね。こちらを降りながらまたねその続きを見ていこうと思いますけど、はい、降りていきましょう。ここもね非常に急な階段なので皆さん気をつけてね。足元すごい怖いと思うよこれ。怖いね。はい、ゆっくり行きます。ゆっくり行きましょう。はい、正面にはね集合住宅ありますね。はい、行きましょう。さあ、そうするとね、正面には、足元ちょっと気をつけながら皆さん正面向いてくださいね。正面にはね、こんもりと柵に囲まれた森のようなものが見えてきますよ。また階段ありますよ。気をつけてね。なんでしょう。はい。はい。正面にはこんなね感じの森のようなものが見えてきました。この森なんだかわかります？わかりましたよ。わかりた。皆さんなんだかわかるかな？このまたね、先ほどちょっと話したんだけども、いろんな丘があって石切り場として使われていて、そのうちの一つをまたこれも19世紀に作られたものなんですけども、そのうちの一つを公園にしております。はい、19区にあるパリの中でも最も美しいと言われている公園が右手に広がっていて、この公園がビュットショーモン公園ですね。ビュットショーモン、はい、ビュットショーモン、ビュットっていうのが丘、ショーモンっていうのがこれ紋章部から来たって言われていて、ハゲ山ですね。ですから今はねこういうふうに緑がこんもりと茂っている緑豊かな公園なんですけども、これかつては石切り場でハゲ山だったっていうところでね、ハゲ山の丘っていうふうに言われていたところでございます。でね、今度ね皆さんの後ろ側ぐるっと向いてほしいんだけども、ここにもね今度レンガ造りの大きな建物が出てきました。でちょっとねそのまま左を見ていただくと、あそこにね赤い看板でウーゴジャンス、アージェント緊急
24時間体制って書いてあるんだけども、さあこの建物一体何でしょうか。コウさんは知ってる？病院ですか？病院、その通りはい、ここねロスチャイルド財団がもともと築いた病院でございます。今ではパリ病院のね、パリ病院のネットワークの一つとなっているロスチャイルド病院っていう風になっていて、確かねここではねなんだっけ、眼科が専門のところだったと思うんだけども、もともとここはロスチャイルド財団っていうね非常にお金持ちの家族がいて、そこの人たちがここの19区で働いている貧しい人たちに無料で治療していたとこなんですよ。でこのなんでロスチャイルドがここに病院を作ったかというとですね、そのロスチャイルドさんが亡くなる時に莫大な財産を残すんだけど、その時にこれを貧しい人たちのために使ってくださいというふうに遺言を残すんですよね。で貧しい人たちってその当時パリにどこにいたかというと、まさにこういうところにいたわけです。当時の人たちっていうのは、労働者とかね、ものすごく19世紀20世紀、労働者っていうのは非常に厳しい労働条件の下で働いていて、例えばね1日の労働時間12時間とか14時間って言われてるんですよね。でそれで給料っていうのは本当にネズミの涙ほど、ちょっとねこの今ロスチャイルド病院の正面に来ましたけど、正面見てください。なかなかいい感じでしょ。でこの最も貧しい人たちが住む19区とか20区の界隈で、そういう人たちにも医療を届けたいっていう意味で、ここにロスチャイルド家がお金を出して病院を作ったんです。でここで治療する時にはみんな無料で、その治療を受けることができて、医療サービスを受けることができて、でさらにここはパリの中でも、パリの中のクリニック、私立のねクリニックの中でも初めて24時間体制だったところなんですよ。休みなし。先ほどアージェンスだから緊急入り口24時間って書いてあったんだけども、これは作られた当時から24時間体制だったんですって。でこれは先ほど言った労働者たちのために作られた病院っていうのでね関係があるんですけど、なんでだと思います？このさ24時間体制じゃないとダメなんですよ結局。やっぱり事故とかが起きるから、事故とかが起きるっていうのと、あとは労働者たちはほぼ休みがないので24時間体制とかにしないと彼らが通ってこれないんですよ。なるほど。通院できないんです。確かに。だからねまさしく労働者だからこそ、その仕事がない時とかね、そういう時に行かないといけないので24時間体制だから、つまり彼らは本当に真夜中ぐらいまで働いてるから、仕事が終わった後でしか、病院に来れない人も、いるわけですよね。そういう人たちのために24時間体制の、病院がねこういう非常に貧しい界隈の中で生まれたっていうのが、一つ、このね土地とその病院と歴史がつながっているなっていうふうに、感じております。でさらにこの正面っていうのがね最後このブッチ正門公園なんだけども、まさにその労働者の界隈っていう意味で彼らがね、例えば非常に貧しいね、所得で、休暇なんかもほとんどないんだけども、彼らの給料だったらもう旅行をすることができないという、ことになるわけです。ですから彼らのその例えば休みの時、せめて仕事してない時はこのね公園の中に入って、その公園の中でフランス旅行をしてもらいたいということで、都市とはね少しかけ離れたような公園になっているんですね。この公園の中を行くだけでフランスを国内旅行できるような感じのね公園になっているっていうのがこの一つの特徴で、まさにこういう病院だとか公園だとか、そういうところがねこの19区の特徴として面白いところなんじゃないかなと思います。バラエティ豊かですね。そうだからねすごくね、このいろんな歴史とかそこに住んでる人たちとか社会状況だとか、あるいはその時の政治だとかね、そういうものが絡み合いながらなんかこういう界隈が一つ作られているなっていう一つの、典型的な場所なんじゃないかなと思って、すごいね面白い場所だと思います。ぜひね皆さんもねちょっとベルビルとか行った時にこんなところまでね足を伸ばしていただくと、さらに、このベルビルの魅力楽しんでいただけるんではないかなと思います。ということで今回はねこの辺にしておきましょう。案内役は私フランスガイド中村と、撮影はこうです。ということでね、少しでも面白いと思ったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。皆様の感想ねぜひ、コメントなどに書いてください。コメント読むの楽しみにしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。